ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。あれ、マリサ。今日はどうしたの？前回でカバディの基本は教え終わったと伝えたよな。そうね。そこで今回からは海外の論文などを題材に、カバディについてより詳しく学んでいくぜ。なるほど。それでメガネをかけているのね。それで早速今日は何について教えてくれるの？ズバリカバディ上級者とそれ以外の選手の差についてだぜ。今までの基本編が嘘みたいにレベルが上がったわね。そこで説明を始める前にみんなに注意してもらいたいんだが、スポーツ論文に限らず、研究発表では一つの論文が出ると、その論文の検証条件を変えたり、被験者数の数や条件を変えて再度検証を行う再現性の確認が行われるんだ。再現性の確認？例えばとある実験で筋トレをやる前と後で50メートル走のタイムが変わるのかという実験があったとするだろ。そして筋トレ前に比べて、筋トレ後の方がタイムが良かったとする。じゃあ実験は成功ね。ところがタイムを測る時の天気が、筋トレ前だと大雨で筋トレ後は快晴だったらどうだ？それは素直に筋トレの効果があったとは言えないわね。そう、このようになるべく検証実験では条件が同じになるようにして行われるんだが、いろんな研究者が再現実験を行っては論文に反証したり、逆に肯定するなんてことが日常茶飯事なんだ。だからこれから取り上げる引用論文も、もしかしたら数年後には否定されているかもしれないということだけ注意してくれだぜ。まあスタップ細胞みたいな悪質なものはないとは信じているけどね。じゃあ早速解説を行っていくぜ。まずレ夢ム、そもそもスポーツに必要な能力とは何だと思う？ちょっと質問がざっくりしてるけど筋肉とかかしら？それも正解だぜ。ってことはいくつかあるのね。その通りなんだぜ。これはいくつかの研究でも意見が少し分かれるんだが、大体共通して7つの要素があると言われているぜ。そのうちの一つが筋肉ってわけね。正確には筋肉もいくつかの種類に分かれていて、単純な筋肉量、パフォーマンスを維持するための筋持久力、そして最大限の力を発揮する時の筋パワーに分かれるぜ。筋持久力っていうのはいわゆるスタミナって意味でいいのかしら？スタミナは心肺機能なども関わるから正確には違うんだが、とりあえずはそう考えてもらって OK だぜ。わかったわ。それで筋肉が必要ってことは青色の部分は？そう、スピードだぜ。これは単純に足の速さと俊敏さということでいいのかしら？そうだな。スピードは直線的な速さであるのに対して、俊敏性とは素早さや機敏さという細かい動きの速さというイメージだぜ。そして黄色の部分はイメージしやすいかもしれないが、柔軟性だぜ。そういえばプロスポーツ選手で体が硬いイメージは全くないわね。これは別の動画で説明するんだが、2、3年前にストレッチである論争が起こったんだ。それは何なの？ズバリ運動前のストレッチは意味がない論争だぜ。正確には静的ストレッチなんだが、今までスポーツ界では常識とされてきた運動前の静的ストレッチよりも、軽いランニングなどの動的ストレッチの方が効果が高いという論文が発表されたんだ。それどころかその論文では、静的ストレッチはその後の運動パフォーマンスを落とすという結果まで出たんだぜ。まさか運動前のストレッチがむしろスポーツの邪魔をしていたなんて。ただこの論文は当然話題となって、その後、研究結果を支持する論文や逆に反論する論文など色々出たぜ。それでマリサの考えとしてはどうなの？それはそのうち話すぜ。こいつ、動画内容を引き伸ばしてやがる。そして最後の部分なんだが、選手心理だぜ。これは、なるほどね。そう、スポーツ界でもある日から今まで当たり前にやってきたことができなくなるイップスなど、選手のパフォーマンスと精神面は切っても切り離せない関係にあるぜ。ただし、研究でも特に難しいのがこの精神面なんだぜ。それはどうしてなの？他の柔軟性やスピードは客観的に計測できるから、実際のパフォーマンスとの関係性を調べやすいんだけど、精神面は人それぞれの内面にあるものだから、試合前に自分を鼓舞できる選手もいれば、プレッシャーに感じてしまう人もいるし、その精神状態がそのままパフォーマンスにつながるとも限らないんだぜ。それにレ夢ムも台風の日と晴れた日では精神状態が変わるだろ？確かにそうね。つまり精神状態というのは様々な外的要因の影響を受けやすくて、一概に〇〇の人はバツバツとは言えないんだ。なるほど。じゃあこのチャンネルでは精神面に関することは扱わないのね。いや、カバディでも選手の心理状態を扱った論文があるからいつかは動画にする予定だぜ。こいつ、動画の引きを意識してやがる。さて、じゃあそろそろ本題に入るぜ。
まず今回紹介するのは2つの論文だぜ。まず1つ目はジェスカラン・シンシブ博士の、チャンピオンと非チャンピオンのカバディ選手の運動計測学的寸法の比較研究だぜ。いきなり複雑そうな論文名ね。ただ内容は至ってシンプルだぜ。まずインドのパンジャーブ州というところから様々な大学のカバディ選手を50人集めて、大学レベルでの大会で3位以上になったことがある人をチャンピオングループ、3位以内になったことがない人を非チャンピオングループとして分けて、年齢や身長、各部位の太さや皮下脂肪などを比較するという検証だぜ。大学レベルっていうのは全国大会みたいなものなの？わからない。それが論文には大学レベルとしか書かれていないんだ。なるほどね。じゃあとりあえずカバディ上級者っていう認識でいくわね。そうしてくれだぜ。それで、結果はどうなったの？全部話すと時間が足りなくなるから、ウプ主がいくつか選んで話すんだが、まず年齢はチャンピオングループの方が非チャンピオングループに比べて優位に高かったんだが、ゲージは 1.88 とそこまで大きく差はなかったんだぜ。まず大学生同士だから年齢差にそこまで差がないのは納得できるんだけど、優位？ゲージ？って何なの？ちょっと今回はそこまで説明できないから、詳しくは Wikipedia で調べてほしいんだが、ざっくり説明すると優位は実験成功、ゲージは大きいほど2つのグループに差があるって意味だぜ。なるほどね。そこで話を戻すんだが、特にチャンピオンと非チャンピオンで差が大きかったのは、カバディの経験年数、体重、胸上腕太ももお尻の外周、上腕二頭筋、ふくらはぎの皮下脂肪の差が特に顕著だったぜ。ちょっと詳しく解説してくれる？まずカバディの経験年数は、チャンピオン軍が平均 5.14 年だったのに対して、非チャンピオン軍は平均 3.78 年と大きく差が開いていたぜ。これはまあ納得ね。そうだな。チャンピオンに近い人は経験年数も長いというある意味当たり前の結論だぜ。そして身長体重なんだが、平均身長はチャンピオン軍の方が高いんだが優位差はなし。平均体重はむしろ非チャンピオン軍の方が重いという結果になったぜ。つまり身長はあまり関係がないってこと？まあ無関係ってことはないんだろうが、少なくともこの研究では有意な結果は得られなかったぜ。逆にウプ主としては体重の結果に驚いたぜ。そういえば青色になっているわね。青色は非チャンピオン軍の方が高い値を示したものなんだが、チャンピオン軍が平均 60.88 キロだったのに対して非チャンピオン軍は平均 67.24 キロだったんだぜ。カバディはコンタクトスポーツだから体重が重い方が有利だと思っていたけど、そんなことはないのね。そう、今まで見えなかったものがわかるのが検証実験の醍醐味なんだぜ。じゃああとはパパッと終わらせるぜ。チャンピオン軍が胸上腕太ももの周囲が大きくて、お尻の周囲や、上腕ふくらはぎなどの皮下脂肪が少ないのは、単純に筋肉量が多いからだと考えられるぜ。それではこの研究の結果をまとめると、こんな感じだぜ。なるほどね。体重に関しては少し意外だったけど、それ以外は特に驚くような結果ではないわね。それでも当たり前だと思っていることに検証の裏付けを取ることが研究の意義なんだぜ。次はインドの須田から博士が2018年に発表した、大規模大学と小規模大学のカバディ男子選手の運動能力に関する比較研究だぜ。大規模大学と小規模大学？すまん。これはウプ主が一生懸命ユニバーシティとカレッジの違いを調べたんだが、そう表現するしかなかったんだ。そしてこれはウプ主の想像だが、大規模大学の方が普通の大学よりもカバディのレベルが高いんじゃないかと思っているぜ。まあそういう過程がないと比較する意味がないものね。でもこれはさっきの研究と何が違うの？さっきの研究はカバディ選手の身長など、選手の身体的特徴を比較した研究だったんだが、今回は大規模大学レベルの選手が普通の大学の選手に比べてどれだけ運動能力に差があるのかを調べた研究だぜ。さっきの図の能力を調べたってことね。ああ、今回の研究ではその中でも筋パワー、スピード、俊敏性、柔軟性に焦点を当てて調査したぜ。わかったわ。それでどんな調査方法が行われたの？まず大規模大学レベルの選手をグループ A、普通の大学レベルの選手をグループ B に分けて、それぞれ15人ずつのグループ間で比較したぜ。それで、筋パワーとかはどうやって計測したの？わからない。実はウプ主が紹介しているものはネットで無料公開されているもので、そのほとんどが学術誌などに掲載されているものなんだ。つまりどういうこと？簡単に言うといろんな研究を一つにまとめたカタログ本で、データの収集方法などを省略しているものが多いんだ。じゃあこれからもそういう論文が出てくる可能性があるのね。まあ、結果はどの論文も出てはいるから、そこは優しく見守ってくれだぜ。そしてこの研究の結果なんだが、大規模大学のカバディ選手はそれ以外のカバディ選手と比べて、筋肉の最大出力パワー、俊敏性、柔軟性に優位差が見られて、
スピードには優位さは認められなかったぜ。つまりスピードに関しては明らかな差はなかったってことね。正確に言うとスピードの平均値は大規模大学グループの方が早かったんだが、たまたまいい結果が出た可能性もあるという意味だぜ。よくわかったわ。それではこの論文の結果をまとめると、このような結果になったぜ。なるほどね。筋肉が必要っていうのはさっきの研究結果と一致しているわね。そしてカバディでは狭いコートでプレイするという特性上、スピードよりも俊敏性が重要だということも分かったぜ。どうだレイム、今回はカバディを研究の論点から解説してみたぜ。そうね。初めての試みだから研究の結果自体には驚きはしなかったけど、こういう試みも面白いかもね。まあ少しの間、このチャンネルはこういう内容になっていくけど、それでも質問やコメントを待っているぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。